ある仲間は凍傷で腐った足指を切断し、ある仲間は銃で死ぬ。これは北極に取り残された探検隊25人の話だ。1913年6月、カナダの探検隊が北極の海を目指す。船を指揮するのは氷の海を知り尽くした船長バートレット。科学者と船乗り、現地で雇われたイヌイットの漁師たちとその一家が乗っていた。娘は2人。下の娘はまだ3歳だ。7月、船は海岸沿いに東へ進む。氷は日ごとに厚くなっていく。8月、バートレットは船を氷の中へ進め続ける。しかし、船は閉じ込められ、1ヶ月で160キロ逆走してしまう。9月、隊長が船を降りる。獲物を飼って10日で戻ると言い残して。3日後、船を挟んでいた氷が動き出し、船は一気に流され始めた。隊長のいる岸から離れ、航路からも外れていく。隊長が船に戻ることは二度となかった。バートレットは24人の命を預かったまま冬に入る。船はそのまま4ヶ月流され続けた。バートレットは船がいつか氷で壊されるだろうと考えていた。物資を氷の上へ運び出し、船の脇に住む場所を作り始める。クリスマスには飾りをつけ、氷の上で競技会をやり、ごちそうを出した。翌年1月、氷が船の横腹を破った。裂け目は3メートル。バートレットは全員を氷の上に出す。船は数分で沈んだ。氷の上に残ったのは、男が22人と女が1人。子供が2人と犬猫などの動物たち。一番近い陸は、南に130キロの島だった。割れた氷が30メートルの壁になって道を塞ぎ、進めない。1月、航海士含む乗員4人が壁に穴を掘り、道を探しに出て行った。しかし、彼らは戻らなかった。彼らの遺体が見つかったのは10年後だ。目指した島ではない、別の島の上だった。食料、弾薬、衣類も手つかずで残っており、彼らがなぜ死んだのかは今も分かっていない。2月、今度は科学者含む4人が自分たちだけで目的地へ向かうと言い出した。これは自分たちの意思であり、船長に責任はない。彼らはそう手紙に書き残し、置いていった。彼らは今も見つかっていない。氷の上に残った17人は、斧で氷の壁を切り開きながら進んだ。1ヶ月後、彼らは無人島にたどり着いた。凍傷で歩けない者、怪我をした者がいた。バートレットは、島に残る15人と、助けを呼びに行く2人に分ける。3月、バートレットは漁師1人と犬ぞりで、氷の海へ出た。向かうのはシベリア。島に残された15人は、食料が足りなかった。島に残ったイヌイットの一家は、アザラシを撃ち、毛皮を縫い直す。過酷な環境で生きる術を知っていたのは、この家族だけだった。船員の足指は凍傷で腐っていた。機関士があり合わせの道具で切り落とす。食料や弾薬、何かがなくなるたび、誰かが疑われた。4羽と報告した男は、5羽取っており、卵は2つと言って6つ。どう終わるのか。全員の死なのだろうか、と、ある日記にはあった。その後、2人が死んだ。足が腫れ、意識が濁って、動かなくなった。原因は、持ってきた保存食の脂肪不足だった。6月、銃声が聞こえた。1人がテントの中で死んでいた。死んだ男の荷物からは、仲間から盗まれた品が出てきた。事故なのか、自殺なのか、誰かが撃ったのか。決着はついていない。一方、バートレットは、まだ氷の上を歩いていた。氷は割れ、流れ、昨日歩いた道が、今日は海になる。氷点下45度。裂け目を飛ぶ。丘をよじ登り、17日で氷の海を渡りきる。目は雪の照り返しで焼け、手足は腫れ上がる。それでも2人は歩き続けた。37日で1100キロ。ほとんどを自分の足で歩いた。シベリアに着いても無線はなかった。そこからさらに1ヶ月。バートレットは海峡を渡り、無線のある町で救助を求めた。救助の船が出たが、島の32キロ手前で氷に止められ、引き返した。8月が終わっても船は来ない。12人はもう一度越冬する支度を始めた。9月7日の朝、汽笛が鳴る。400メートル先に船がいる。その日のうちに、島中に散っていた全員が船に乗った。助け出された生存者たちは、皆痩せこけて骸骨のようだった。25人のうち、11人が亡くなり、14人が生き残った。そして、
最初に船を降りた隊長。彼はそのまま探検を続けていた。4年後に戻り、新しい島を3つ見つけたと報告して称えられる。船が沈んだ夜、死んだ者は1人もいなかった。それでも船長は責められた。船を氷に入れた判断を海軍の委員会が問題にしたのだ。氷の上にいた3歳の女の子は、その後、97歳まで生きた。亡くなったのは2008年。カールック号の最後の生存者だった。